よいしょ。よいしょ。食べきれそうですか？無理だな。無理だな。すごいボリュームが多くて食べきれなかったので持ち帰ります。このてんこ盛りがいいですね。でかっ。この間の鍋もっとでかかったのよ。重かったんだよ鍋も。今もうダメなんだよ。整形外科行ってちょっと見てもらって。はい。はいこれ。はい。やばい。すごいボリュームもあって鶏肉もジューシーですし、どうも走り抜けて人生そのもの。おはようございます。早いね。もう来てたの。寒いだろう八王子は。どっち開ける？お願いします。どうぞ。2つ鍋を何用と？両方同じ。ただ1個じゃ作りきれないから。ああ。社長、今日の今の気温知ってますか？いや見てないじゃん。八王子は寒いけどさ。マイナス1度やったっす。マイナスになってた。はい。あ、そう。寒いと思ったよ。カツカレーがよく出る。カレー。これ豚肉のロースでカレー粉につけといてさ、味を染み込まして。すげえなさ、そんなに人雇えるようになっちゃってる。大将、今まで見たのが一番玉ねぎが多いです。そうかね。はい。これ1ケースよ。減っちゃうんだよこれ、煮てると。あ、全部入れるんですか？最初重いから持てねえから作ってたんだよ。うわあ。これバター。大使もおいくつでしたっけ61。何歳からこの道に入って？一番最初はアルバイトで出前入ったのが16か。
万有亭さんってあってさ、そこに出前持ちに行ったの。それがきっかけで、高校は卒業してあんまり頭良くなかったから就職先が決まってねえとお前もう卒業で出させんねんとかなんとか言われて、近くにねえのって言ったら八王子インターのそばに印刷屋さんがあるよっていうのよ。じゃあそこでいいよっつって卒業するためにとりあえず入っただけ。その会社の次は NEC 行ったんだよ。印刷屋にいた人が給料いいとこあんから行かねえとか言って、ただ3交代なんだよ、朝昼夜って。俺には向いてねえなと思って、それでやっぱ中華に。喋り方がかっこいいっす。これ八王子弁じゃねえの。この辺の育ったやつはみんなこんな感じ。今日はそんな、あと何？皆さん遠くから来てくれるよ。本当にありがたいよな、感謝だよな。こんないっぱい。そうなんだよ。おろし生姜作るんだよ。言ってんのはうまくなくてな。修行みたいなものはしたんですか？万有亭さんでやってた人が独立したんだよ。そこに少しお世話になって、でそこから新宿南口の北京大飯店ってあるんだよ。引っこ抜きに来た。俺を来ねえかっつって、じゃあどうせなら新宿でやってみるかって。ちょうどバブルの時でな、すごいバブル。入ってそこ半年ぐらいしたな。全てを失っちゃったみたいな。バブルがはじけて。ここは28か。当たったよ。すげえ忙しかった。外観とか、うん、このデザインとかって誰が？俺の考えた。やっぱ黄色は目立つんじゃない？のれんが赤色なのは？のれんが明るいには黄色には赤がいいんだよ。これ後でするんだよ。ちょっと独特すぎです、やり方が。スイッチが壊れちゃったんだ。とりあえずこれがあるから壊れるまで使おうかな。さ、なくなっちゃうな。唐揚げとかもみんな使うしな。いろんな仕込みに使うじゃん。さっきカレーにも入れたけどさ。香りだよな。はい。手間かかるんだよ。だんだんいい感じに煮えてきたね。
これが1日分のチャーハンのこの量。土日なんかは倍ぐらいの近くの量仕込まないと間に合わないですね。よいしょ。今度はあれなんだよ、おろしにんにくこんなにニンニク使うんですか？使うね。これ全部やらなくていいんでしょ？全部やるの？もう置いてるからね。うわ、ご結婚はいつされたんですか？俺が22の9月。八王子ですか？あ、八王子、高尾山知ってる？上の方、もっと奥。これで仕上げですか？そうだね。味で言うとどんな感じの味のカレーですか？どんな味のカレー？はい。ちょっとこういう味。食レポじゃねえけどうまいんじゃないですか。あんま辛くないですね。そう、ラーメンスープで煮て肉を一晩カレー粉に漬け込んで。最後部屋で撮るのは奥さんの担当なんですか？あ、いや、そうだね。雑用係で。東京の YouTube。暑いよ。温めたんだよ。ここ熱いうちの方がうまいで。しんない。ありがとうございます。じゃあまだ終わってないですか？
これちょっと硬いけど、これタケノコをさ、アクを取る。入れてから入れも入れて、今度水でずっと流して臭みを取る。お口に入るまでちょっと工程がある。叩きます。よいしょ。今日来るかな。毎日同じようにやってます。あと1枚だけ。これをじゃあみんなで。カツカレー用のカツ、一回生で揚げて、また二度揚げする感じです。美味しかったです。
手首悪いんですそうなんだよ。昨日一昨日とさ休んで手首休ませてくれたみんなが整形外科行ってちょっと見てもらって、はい、ケアしながら今やってんだけどさ、職業病じゃねえか。副業病。もうずっと使ってんからな。人の何倍も使ってんじゃん。こういう動作がやっぱり手首にくるんですか？かもしんない。この間の鍋もっとでかかったのよ。重かったんだよ鍋も。前は平気だったんだけども今もうダメなんだよ。しょうがねえよな使ってるな。ほら。営業前の仕組みはこれで終わりですか？そうだね。すいません。何これチーズボリューム。
ごい量ですね。うん。しっかり絡んでるし、美味しいよ。毎回ここ寄ってるから。結構お店は来る。ここ来る。何が一番おすすめありましたか？チャーハン。一人で食べるんだったらチャーハンラーメンセットがいいけど、唐揚げ定食は一人だと相当多いから厳しいよね。けど食べる人はいいと思うよ。うまい。不良がありそうです。厳しい。あ、病院関係の仕事で、今日午前中八王子だったの。カレーライス大盛りのルー多めと唐揚げ定食でお願いします。やばい。美味しい。今日は唐揚げ定食を注文しました。すごいボリュームがあって美味しいです。埼玉からテレビで見て来たんですけど、前回来た時もこれ頼んで、鶏肉もジューシーですし、すごい美味しい。毎回食べきれないんで、お使いしてます。ありがとうございます。すいません。あ、大丈夫です、大丈夫です。今日はカレー食ってみようかなと思って。甘めです。甘め。これはやばい。大盛りです。ルー多めにしてもらった。食べきれそうですか？うん。無理だな。無理だな。大盛りじゃないですよ。はい。普通でしょ？麺が出てこない。麺が来ない。美味しいですね。
今日ワンタン麺ですね。ワンタン麺と唐揚げ定食を頼んで食べれるだろうと思ったけど食べれなかった。神奈川県の田舎の方です。半年に1回ぐらいですね。デカ盛りの、まあそこは僕に刺さったっていう。はい。一番美味しかったのはね、麻婆豆腐ですかね。麻婆豆腐。まあラーメンの器で出てきたことが一番びっくりしたのと心に残ってますね。チャーハン大盛りでお願いします。これワンタンお母さん入れて。酢豚定食です。肉の大きさとやっぱ味付けですね。数えきれないほど来てます。
お酢の感じが抜群です。卵もふわふわで美味しいです。食堂連れてってくれるって言われてもこちらまで言われて唐揚げ定食でお願いします。入れるね。あ、怖い。これサイズ何なんですか？これ大盛りなんですけど重量が違いますね。じゃあいただきます。すげえな、でかっ。パラパラもしてて、でもしっとりもしつつ美味しいですね。量も多いですし、ここ来てよかったなって思いますね。このチャーハンはどうですか？ボリュームあって美味しいですね。このてんこ盛りがいいですね。はい、これ。はい。麻婆ラーメン頼みました。生姜が効いててうまいです。もっちりした感じの、はい、中華麺って感じ。うまいっす。チャーハンのグラムと白の焼肉
定食ほぼどん、小盛りで。エビチャーハンのお客様すいません。うまいっす。完成ですね。で完成。あ、これでね、完成。はい、すいません。ホイコーローです。どのぐらい入れる？すいません。ありがとうございます。潰れて持ってたら米もあるでしょ。これ俺にいい。食べない。よいしょ。
おいしょ。うん、めっちゃうまい。うま辛って感じです。ちょっと辛いぐらいです。ここ来たら大体大盛り頼みます。でもこの大盛りは頼んだことなくて、知ってたんでこの存在を。減ってないよこれ。まだ早いか。めちゃくちゃうまかったです。あ、全部いったっすか？全部行きました。めちゃくちゃうまかったです。でもあんかけだったんで後から来るタイプで。ありがとうございます。頑張ってください。はい。今日はありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様です。今頑張ってることとか力入れてることがあれば。今頑張ってること？なんだろうな。別に特にないけど仕事頑張ってる。手首の調子が悪いじゃないですか。そう。皆さんに迷惑かけないようにさ、早く治そうと努力してるよね。マッサージしたりなんかね。でもこればっかりやな。職業病でも使いすぎちゃってるんだよな。お料理がすごい量が多いんですけど、駅から結構何キロも離れてる場所にあるんで、八王子の中でもね、郊外は郊外のさ、ちょっとお得盛りみたいなお店を作らなきゃやばいなと思って最初作ったね。それがちょっとずつ多くなっちゃったかな。なんで大神経？大神経はね、うちのお母ちゃんがつけたの。バンバンバン大きく進む。そうやるからね、これ若かったから。数年できましたか？もう走り抜けて人生そのものでも来るお客さんもそうだけど YouTube 見たりなんかで遠くから皆さん来てくれるんで本当に感謝します。ありがとうございます。また来てください。待ってます。寝起きな顔で申し訳ないです。めっちゃウケる。じゃあまずスタートします。スッとできる6時ぐらいに開けてるんですけど、常連さんは5時に入ってる。
常連さんは普通にドア開けて入ってくる。あ、来ますよ。清瀬自体が結構朝までやってるお店があるんで、それの流れで来てる。夜勤した朝来る人たちとか。お店もう来なんか50年ぐらい社長も出てます。で2代目が夕方から、自分ででも26年ぐらい。ビール氷抹茶入れてめっちゃ冷やしてます。もうちょいしたらガラ茹でます。はい。肉屋さんが夜中に置いてってくれる。夜中って何時に起きてくる？夜中何時だろう。多分3時とかに来てるんじゃないかな。ここ前24だったんですよ。あ、そうなんですか？そうですよ。多分一生ちょっとぐらい。皆さんは朝からこう何を食べられる、常連さんは何食べられに来るんですか？普通にラーメン食べに来ていただくお客様と、お酒飲む人だとつまみを食べる。この辺しかないです。囲碁って面白いんですか？やると面白いんですけど、渋いっすけど一生できますから。金も大してかかんないし、自分の知り合いにみんな声かけてやりましょうよっつって連れてって、でその後飲み会もする。囲碁やって囲碁の先生と近くの居酒屋に行くが毎週の定例になりました。ただのゆで卵。そんな感じです。近くのラーメン屋に働いたんですよ。ちょっと縁があってここに入れて、そこからもうずっとダラダラ使ってもらってます。
かぶせてるのはなんでなんですか？知らないですなんかおばちゃんがやってますいやこのタオの皮むきでちょっと緊張するんだいやこんなだって取られることないじゃん僕がここのお客さんも多分移りたがりだこれギザギザにしてるのは意味あるんですか？ありますね見栄えじゃないですかここの八百屋さんが結構いいものを入れてくれてるんですよ多分来ます爽やかなお兄さんが来ますこの野菜をみじん切りにして入れて味噌かけてミキサーでかけるんですけどちょっと細かく切ってすごい縁ですよ。おはようございます。大常連様。作るところ本当はワンショットなんですけどちょっと濃いめが好きなんで箸休め的なシーン。おはようございます。おはようございます。もう撮影が始まる。
かもつにっておいて。これハンバーグお酒飲む方に少しお通しを出したりはしてますね。出さない時もあるんだけど、本当のあれ。お、いい色に、うまく焼けた。この中とか僕がやってます。めっちゃ綺麗この換気扇。割とそう僕やってます。仕込み掃除接客担当。全部じゃないですか。まあほぼ。まあちょっとしたお通し出したり出さなかったりはしてるんですけど、昨日社長たちが夜やってたんですけど、なんか天ぷら作ってくれてたんで、じゃあこれで軽く出せればいいかなと思ってそば。お昼だとわりかし飲んでくれるお客様多いんで、ちょっとつまみみたいなのがあったらいいかなと思って出してます。これお金取ってるんですか？そうないです。その代わりに飲ませてください。天ぷら。もうさつまいも天みたいです。まあこんな感じでこうちょろっとしたのを差し上げる。佐藤さんよかったね。あ、せっかくだ。この時間に到達。そうですね。ありがたいです。朝来てます。ケンちゃんにはだいぶよくしてもらってるので。何を届けにこれ？お野菜。お野菜やってる。もう素敵な人参でかいって言ってます。来ました。ありがとうございます。これ鶏ガラです。昔はこれ1日分だったんですけど、
今半分ずつにして分けてこれじゃ半日分になりました。大体何グラムなんですか、チャーハンの大盛りで。何グラムですかね。目分量。目分量。チャーシューナルトキャベツ。昼もっとお酒がバンバン出ると。ファンなんですよ、ケンちゃんさんが。もちろんじゃなかったらこっち来ないもん。うまいんだよね、会話が。そう、お客さんに合わせたりとか、それを楽しみに来てるお客さんが多いしね。お父さんちなみに今からラーメン食べるんですか？もう一杯飲んでからね。いるよ、計測に。ね、昼間モード。昼間モードに入ってる。さあ、まあ、懐かしいよ。ようやく着いたよ。余るのか。大人チューバーすね。いつもこんな感じなんですか？こんな感じです。では夜チーム。夜チーム。大丈夫。モザイク入れるよ。あ、そうなの？よく煮込んだ。あ、やばいね。あんまいいの、私、自分のが食べれなかあ、まだレンズ向いてない。ごめんなさい。レンズ向いてない。レンズ向けてないからね。こっちはね、麺なしのね。はい。何したんだ。チャーシューも美味しいんですよ。これ味噌チャーシュー。麺こう箸で止めて。体調的になんか変な事情とか感じやってるから。湯出し器？もうそっちだ。野菜が入ってる味噌ラーメンが近いの。で、ここのチャーシューもすごく美味しくて、こういう雰囲気、すごい気遣いがあるから。で、やっぱり味だね。世界一。あ、それね、げんこつね、げんこつ。でもね、自分でやってるから分かんないけど、それみんな初めて。
まあ大体はね。あれは結構大変ね。本設置してもらった。編集してね。入り合わないでいい。もう撮影してるから入ってきたんですよ。でしょ。だって人生部ちょうど多分さ、これが新刊だ。今日撮影中なの。来年アップされる。折れちゃうわ。何食べるの？あ、うんなんだよね。飲んでってそうなの？とことん飲んで。女性だったの。これを私によこすな。そうだね。今ランチでやってるやつなんですよ。金ちゃんだけです。調子いいからね。なんかマジであるかも。あれよ。花子ネットで。じゃあ南口。北口。南口。ありがとうございます。今南口。ここまで。ここ南。じゃあケンちゃんごちそうさま。宝くじあれのあそこにいたって。生姜焼きです。生姜焼きってメニューにありましたっけ？いや載ってないんですけど、ケンちゃんがいる時だけ作ってくれるみたいな特別メニューです。すいませんいただいてます。すごく美味しいです。美味しいですか？うん。チャーハン、オムライス。おすすめは肉野菜炒め。いろいろ頼まれるんですね。あ、そうです。ケンちゃんが作るご飯全部美味しいんで、あと人柄もすごいいいですし、みんな優しいですよ。常連さんも。これ朝ごはんですか？夜勤明けだから晩ご飯。夜勤明けの方にも優しいですね。朝早くから空いてるんで、でちょっとお酒も飲んじゃったりみたいなね。年間
100日ぐらい来てます。やっぱ地元愛ですね。あと人といっぱい会える。この東京都清瀬市の蝦夷のケンちゃん、この町の市民からもろ愛されてます。人情味があってね、すごく丁寧なんですよ。接客も料理も上手、あと早い。みんな愛があってこれ来てる。ケンちゃんいい人です。大人気じゃないですか。大人気なんです。ありがたい話。元になる。おいしい。そんなには辛くないです。ケンちゃんが愛情込めて作ってくれるので美味しいです。また明日。一回帰ります。11時40分かそこらぐらいバスで来る。9時で1回抜けてお昼もう1回ワンちゃんの散歩をしに、お昼また楽しいメンツがいるのでまた後で。俺自分で商売やってる仕事なんか嫌いだろ。だから要するにさ、ふざけてんじゃなくてね、どうせやんなら楽しんだ方がいいよっていうだけのことよな。仕事の好きなやつは信用できないんだよ。はいよ。聞いてないよ。やっぱこの昭和のレトロな感じが最高で、今時よりもこういう店が好きってことね。まあ年齢的なもんもねあるんですけどね。あ、電話した？こんな時間なんだけど。で今日午後からなんですよ。今ヒロ君と一緒に行くんですけど。風邪治ったのお前。あれケンちゃん。ケンちゃんおはよう。朝とは違う。ああ、ありがとうございます。そう、タバコ吸ってるから。間ごめんね。たくさんになっちゃった。どうも。おいしい。まだ撮ってないよ。ああ、じゃあそれで。会計しとこう。ごちそうしていただける。これじゃあ。
正面の下りさいい感じです。土も35ミリの風鈴がすごいほぼ泡じゃん。泡じゃんね。いろんな方向からいろんなこと言われるじゃないですか。どうやって聞き分けてるんかなと思って。もうなんとなく。あと待ってくれば。まあみんな優しいんでね。許して全部許してくれる。あ、すいません。スープお願いします。店は何年目ぐらいですか？10何年か。通う理由とかあったりしますか？まあするんですよ。カレー食べてるんですか？半カレーなんですね。半分がちょうどいいんですよ。20年24時間やってた時に夜中に来てたりとかしてたので、コロナの時24時間じゃなくなって今みたいにケンちゃんタイム、夜のカズくんタイムみたいにこの昼担当一番のお店の魅力なんだと思う？人？ケンちゃんもパパもママもそうだし、お客さんたちがみんな仲良し。一人で来ても誰かしらいるし、なんなら会いに来るね。何杯飲んでんだろう。お酒結構強いんですか？強くなりました。で今もや。器ください。何個？一つ。もやしラーメン。もやしラーメン。10代から知ってる子とかがもう30近くなってる。なんか成長も見れてるから楽しい。この清瀬割と地元愛が強いので、この店が面白い。この店が面白い。この店が面白い。いますいますよ。でも昼になったらそんな癖の強い人いないから。そうなんですよ。今もう具合悪くて多分お酒飲めてないんですけど。ていうか店開いてないのに開けろよ。いいんですね。この店の良さは何なんですか？やっぱケンちゃんが一番じゃないですか。ケンちゃんの場合はこういう細かいハーフとか結構用意してくれる感じがいいですよ。料理はどうですか？いや、美味しいです。
6杯目ぐらい。いつもこんな感じなんですか？こんな感じ。仕事ができる範囲で。けど仕事がおろそかになったらやばいんで、そこはたまに社長に怒られる。ベロベロになってやべえなっていう家に帰るときに車で送ってくれます。優しい。マジですか？あんな社長多分いないんだよ。今日初めてフラッと入っちゃったんですよ。おめでとう。これめちゃくちゃ美味しいですよ。よかったはい。今度独立してね。月曜日ですよね。月曜日の昼ですよね。驚きしかないですよね。ちょっと初めてなので、ちょこちょここの駅使うことあるので、そしたらまたちょっと食べに行きたいなって。いいじゃないですか。ありがとうございます。ごちそうさまでした。あのおばちゃんはね。いってらっしゃい。お客さんによるから夜。でも。このお客さんは好きでそれ内緒だよ。まだカメラ回ってそれがとこ帰りたい。どこ？帰りたいわ。帰りたい。どこ行くの？してるけど大丈夫でしょ。YouTubeってちゃんとしてるけど。モザイク入れてもらわないと当たり前じゃん。無理じゃん。畑はもうダメだ。畑はもうダメ。昔のさ、あっち大阪あっち行ってこっち行ってそれだけ。ケンちゃんが4時で帰るから、そしたらもうみんなで「はい帰るよ」ってバーって帰っちゃう。パパもママもカズくんもユウキもだけど、ケンちゃんありき。ケンちゃん。いやケンちゃんラブが強いのが伝わりすぎてあんま良くない。良くないの。じゃあ欲しいって言えばいるからちょっと可愛かった。創業を教えてください。1976年ですね。49年目、50年目か。お値段がすごいリーズナブルだなと思ったんですけど、昔からずっとこの量です。変わんないです。朝はどういう方が多くて夜はどういう方が多いんですか？朝はどういう方？割と賑やか。夜の方が割と静かかなっていう感じがします。どんな感じのお店将来的にしていきたいですか？まあなくならないように頑張るしか今できないですよ。やれることはやりますけど、かっこいいことはできないですけど。ありがとうございます。How does it taste like? So good. おすすめのメニューはね、全部です。
何用のリンゴですか？うちのオリジナルソースに使ってるリンゴです。ここで作るんですか？そうです。うちのオリジナルソースはもう完全手作りでやってるんで。センター街の方の店の店長なんで、撮影あるからってカレンダーに5番で入ってきたんで。お肉焼かれてるんですか？そうです。僕が焼いて塩コショウの振り加減とかはやっぱ気にしますね。肉のもの見て油ちょっと多かったら塩多めにしようかなとか、赤身きつかったらちょっとブラックペッパー強めにして味分かりやすいにしてあげようかなとか、やっぱそういうのは考えたりはします。レシピ通りの中でもルールの範囲内でできる一番美味しい状態って何かなっていうのを考えて、まあ日々調理はしてるっていうような感じですね、僕は。もうよう分かってないですね。あ、しょうちゃんよく切れんなこれ。本当ですか？うん。これ何用のキャベツになるの？これね、この野菜の盛り合わせ、まあ、全部についてくる商品なんですけど、もやしとまあ同じぐらいの長さになるようにっていう、太さも全部一緒になるようにっていうのを意識してこうみんなカットしてもらって、まあ、芯のところはこういう極力スライスして葉の部分というかあっちの部分に関してはちょっとごつめにこう切って、まあ、炒めた時に美味しいようにっていうのを、より良いものを作るのにどうしたらいいかなみたいなのは考えながらやってます。機械じゃなくて手で切るんですね。あ、そうです。楽なんですけど、でもそれやりすぎちゃうと全部機械にできるんですよ。でも面白くないじゃないですか。技術も減ったくれもなくなっちゃうんで。バーリーって言って大麦ですね。冷ましになったり食物繊維が増えるんで、健康を気にしてる人とかにすごいいいライスになってますですよね、健三さん。そうやな。普通の大麦のなんか40倍かなんかみたいな、なんかスーパーフードみたいなんで言われてて、うちのご飯食べたら食物繊維も普通よりも多く取れて、そういう面でもなんかこうね、チャージできますよみたいな。今よりね、これ入れていただいたらね、ちょっとね、この麦が甘みあるんで、これも研究してこれについたみたいな、あんまり聞いたことないんですけど、まあ、ユニフォームがおしゃれやなって思ってたんですけど、ね、ここね、ユニフォームおしゃれですよね。俺も思いました最初。あとめっちゃ似合ってるっす。ありがとうございます。なんかもう一個あるんですけど、皆さんガタイがいいのは何なんですか？ステーキ屋さんやから。日々肉と戦ってるからこうなるんですよ。よく食べるんですか、お肉は？お肉食べますよ。僕は毎日ここのチキンステーキ食ってるんで、まかないで、まあ、チキンは食べれるんで、ほぼ毎日ですね。ブロッコリーとチキン、ブロッコリーとチキン、ブロッコリーとチキンみたいな。今暑かったんですよ。6、7キロぐらい。今掘り下げる心の傷。これが牛テールスープですね。見た目はバターチキンステーキっていうメニューのバターソースです。尖ってる商品なのでリピートする人とか多いかもしれないですね。ジロー食べに来るみたいな、刺さる人には刺さるみたいな。はい。2個おろします。マジでも焼く時はな、翔くんがで来てたんですけどね。これね、お肉のステーキの仕込みです。いらない筋取ったりとか、柵取りって言ってこう形を作っていくんですけど、
まあ仕込みはこの繰り返しですよずっと。この店とかだと本当一日ずっとこんな仕事してる人もいるしね。僕もともと新卒で蓄電池の訪問販売の営業やってたんですよ。だからこんなよう喋るんですよ。もともと飲食じゃないんですよ俺。親父が個人で和食の居酒屋やってたんで、俺もやろうかなと思って。で一番最初に、入社したのが板前というか、創作和食の居酒屋さんで料理の基本とか包丁の使い方とか、ちょっといろいろ勉強させてもらってロッチさんでお世話になってる。ある程度グラムを決めて切られたりしてるんですか？厚みで決めてますね。だいたい1センチぐらいになるように。だからジャガードって言って、お肉の筋切りみたいなのがあるんですけど、の厚みにしてるのがジャガードの刃がやっぱ綺麗に入って、お肉が一番柔らかくなるかなっていう建造調べです。おいくつになるんですか？僕28です。すごい貫禄ある。5日前に28になったばっかりです。おめでとうございます。おめでとうございます。一旦これで一応完成。ケンちゃんシリーズですね。ケンちゃんシリーズで。1本はこれで終わりなんで。もうそろそろ朝礼すると思いますよ。はい、めちゃくちゃ1日通していつでもチャージできるっていう。だからうちチャージスポットっていう。バーリーとかのご飯とかもそうやし、要は食物繊維をチャージできる。ニンニク強めのソースとかもあるんですよ。そういうのとかもエネルギー活力チャージするみたいな。健康を意識してるけどいっぱい食べたいじゃないですか。そういう人たちでもがっつり食えるっていうのがうちのいいところというか。なんで急にプロがいるから。だいぶ張り切ってくだはい、おはようございます。はい、おはようございます。本日は何日ですか？今日は16の木曜日です。違います。火曜日です。今日は売上目標は80万です。80万、同じく80万、頑張っていきましょう。それではミッションビジョンお願いします。はい、満足度日本一のステーキ屋になる。はい、満足度日本一のステーキ屋になる。ステーキを通じてその地域から必要とされる最高のチャージスポットになる。お客様応援団。ステーキを通じてその地域から必要とされる大円を巻き起こすお店。大円を巻き起こすお店。今日も頑張りましょう。これは今誰に向かってそのこれは社内に共有してて、みんなで朝礼取ってゴンチャとかロービーとか離れてる店舗もあるので、何々ちゃん元気なんだなって思いながら毎朝見てます。今日もお願いします。はい、お願いしますアイドルの自己紹介みたい毎日ね、うちミッションとビジョンって言って、どんなお店になりたいみたいなのを昭和するんですよ。アルバイトさんもみんな覚えてるし、社員もみんな覚えてるし、どんなお店やりたいのみたいな。満足度日本一目指してます。ケンチャさんの仕事って普段どういうことされるんですか？お客さんが来て営業してる時は一緒なんですよ。そこにプラスでシフトやったりとか、その売り上げ落ちたら何が原因かなとか、客数どうやったら増えるかなとか、いろんなことを考えてます。
おすすめのメニューはね、全部です初めて来るんだったら食べてほしいのはジューシーステーキ、部位で言うと一応リブロースの部位なんですけど、本当に柔らかくて脂身多いんで、イメージで言ったらご飯めちゃくちゃ食える、ご飯食べるためのステーキ、燻製塩コショウをパチパチにもうめちゃくちゃ強めにかけて特製のソースと合わせて食べたらまあうまいんで。これで大学編入した後もう一個で言うと、多分ほぼ食べれないのがカンガルーステーキ。こう目つぶって食べたらマジでもう牛肉と間違えるぐらい美味しくて、あと脂身が少ないこうあっさりした肉食べたいみたいな、トレーニングしてるけどがっつり肉食いたいみたいな人とかはめちゃくちゃおすすめの、ステーキですね。毎日食べたい人はチキンがおすすめ。俺はパサパサしてるチキンステーキってやっぱ多いんですよ。このチキンね、低温調理かけてるからめっちゃしっとりしてるんですよ。この値段とは思えないぐらい手かけてるです。女性の方だったら、お肉いっぱい食べたい方だったら 300g とご飯小盛りぐらいでちょうど腹8分目ぐらいかなって。全然食えますね。400とか普通に食う人結構いるんで、ペロッと食べれちゃうっていう、それもなんかうちのステーキの中いいとこなのかな。逆にこうやっぱりお肉はちょっと少なめでってなってきたら 200g にしてご飯並盛りにするか、ご飯いっぱい食べたいって言ったら大盛りにしちゃってねみたいな。男性の方だったらね、マストで僕 300g 以上頼んだ方がいいって言ってます。僕で 300g とご飯大盛り食べてちょうどいいかなぐらい。ご飯の大盛りは無料ですか？無料です。頼まれる方多いですか？いやー多いですよ。うちバリーライスもそうやし玄米もそうやし、ご飯は基本的に全部大盛りまで無料で選んでもらえるんで。ちなみにランチになったらこの A セットっていう牛テールから取ってるテールスープなんですけど、あれとこのご飯のセットが無料でついてくるんで、肉の価格だけでご飯大盛りまでいけてスープも飲めるっていうね、大サービスですねお客様ご来店です。お客様ご来店です。お願いします。ジューシー200です。ジューシー202枚お願いします。今出た。今3つ。頼んでいい？はい。今ジューシーだけ取ったから。これがさっき言ってた僕が一番おすすめって言ったジューシーステーキ。
間から失礼します。普通盛りのライスをはい、黒目に時計お願いします。全部いけない。どれ？全部。あ、どうぞ。9時からだもんね、会員がね。こもないし、することもないから。あ、とりあえず向かう。一緒に、でもいいかな。そうですね。ちょっとトイレ行って。渋谷だったら西村なんだけど、それでこの前がどんぐらいかちょっと分かんない。それが4時ですもんね。やっぱり見られると強くなったりで、これ焼かないとダメ。それは嫌で大体。あ、お前それ寝巻きでいいよってじゃあ大体ハラミっすね。美味しいですね。ちょこちょこ来ますね。イントレした後とか、お値段と、あと美味しいから。いつもハラミを。肩ロース。今日はちょっとハラミの気分だったんですけど。初めて来る方におすすめのメニューとかってありますか？肩ロースが一番美味しい気がします。赤身のとこもあるし、脂身のとこもあるしで、バランスよくなんか食べれますね。好きですね、僕はあれは。
たします。8名9名でお願いします。手軽キッチンで予約。10分以内には大丈夫。はい。注文したらすぐスーパー提供するんですか？朝で温めてもらってそこから肉入れるって感じ。大体どれぐらい提供はされてるんですか？お肉10分ぐらい一人で待ってると超長いんですけど、その間もスープ飲んでもらって楽しんでもらって、このワクワク持った状態で10分提供して食べてもらえる感じです。お肉を休ませる時間って必要なんですか？あった方が、そうですね。余分な水分とかが抜けて、旨味がアップしたりとか、そういう効果があります。10時300円。中心200、カンガルー200、合い盛りとラム200、ハラミ200、合い盛りでお願いします。これ何ですか？これラムです。これはカンガルー。明日は1カップお願いします。食感もなんか牛に近いかもしれない。ラムハラミ、ジューシーサンバー。足まで気をつけてください。こちらがジューシードーカンガルー。ラムとハラミですあります。めっちゃ美味しいですね。意外とやばいですね。肉が好きで一目惚れしてきましたね。臭くないですね。全然ありですよ。
リピアリ山本駅東京に来たらロッチでライスください。ハラミステーキお待たせしました。100g。提供の時にもう一緒にご飯持っていくタイプなんですか？そうです。ご提供した時にこのお肉の煙とこの熱々のご飯と一緒にほかほかの状態で食べてほしいっていう感じです。ジューシーな300が2つ入ったんで、それで600ですね。ちょっと待ってください。お待たせしました。ジューシーステーキ300gのレタスです。熱いのでお気をつけください。すごいね。すごいですね。ちょっと水ね。最高なんだ。最高なんだ。300g 頼みました。すごくジューシー。うまい。はい、ありがとうございました。若干ちょっと甘みのある。あ、出たっす。あ、それかける。でもかけた方が美味しいんちゃうかな。そう。うん。結構柔らかいですよ。美味しいです。ソースと合いますね。たくさん食べて午後から仕事大丈夫そうですか？全然問題ない。全然問題ないです。逆にやる気が出ますよね。そうですね。昼は男の人が多くて、夜は結構女性の方もいらっしゃいます。昼休憩だったり、仕事前の人がすごい多いんで、パッと食べてパッと行っちゃうようなお客さん多いんで、これカンガルー。もうカンガルー結構出るんですね。カンガルーこれで今日3人目ぐらいです。ジューシーステーキが一番人気で、それ以外はもうバラバラなぐらいどれも人気です。カンガルー。姫様がいてね。お客様がいてね。ありがとうございます。
どうもありがとうございました。ラーメン300。こっち300。はい。はい、ありがとうございます。肩ロースの 300g。ありがとうございます。そこから入れます。料理行きます。Yeah. After you eating, I'm gonna ask you. Juicy steak. Juicy steak. Very juicy, just like the name. Oh, okay. So good. So good.今日はありがとうございました。はい、お店で特に頑張ってることはとにかく美味しい料理を早く提供するっていうのはすごいこだわってるんで、クイックな提供2分から10分以内にとにかくこう出してあげる。特製の鉄板使ってるので熱々でこうお客さんにいろんな食べ方してもらえるっていうのがやっぱ僕たちのこう強みではあるので、それをまあ楽しんでもらえるようにこう最大限の努力はしようっていうのはみんなでやってますね。こういう店にしたいみたいな目標はありますか？各店長ごとにその理想の店舗像みたいなのを掲げてるんですよ。自己成長できるお店っていうのが、はい、僕の理想の店舗像ではあったんですけど、自分自身の成長をもっともっとこう楽しめる
とにかく楽しんでほしいっていう気持ちが僕はすごく強いんで。売り上げはどれぐらいなんですか？僕の裏側店の方で大体月で1300万ぐらいは売ってますね。平均1500万600万に乗るようにしたいっていうのが、僕の密かな野望というか今力入れてることとか。来年からちょっとチャレンジしようかなって思ってるのは、商品企画であったりとか商品開発の仕事はちょっとチャレンジさせてもらおうかな。この会社本当いろいろチャレンジさせてもらえるんで、とにかく料理が好きだっていうのがこう実を結んだというか、お客さんとかスタッフがこう食べたい、美味しいっていうそういう商品を作っていきたいなと、思ってます。どういう方に求人で来ていただきたい？フレッシュで元気な子が入ってきてくれるのが、嬉しいかなと思います。料理するだけが飲食じゃないんで、僕自身がこの会社に入ってすごい感じたことなんで、チーム作るであったりとかマネジメントであったりとか、それこそ商品の開発でもそうだし、飲食業界で僕は働きたいっていう、この業界が大好きなんだっていう、そういう気持ちを持った人が入ってきてくれるともっと楽しくなるかなっていうふうには、思ってます。最後にお客さんに一言いただけたら。もうぜひうちの最高に美味しいステーキを、みんなで食べに来てください。